ピスラズリのペンダントトップ、作るよ。今回は、こちらのラピスラズリのラウンドカボションカットを使ってシルバーのペンダントトップを作ります。大鉄鋼も入っていて夜空のような表情がとっても素敵です。今回のペンダントのデザインは、そんな石の表情から物語を連想させるような形にしようと思いました。それじゃ作るよ。それでは材料を作っていきます。純銀 37g と銅 3g を溶かして 40g の925銀のインゴットを作ります。全体が溶け始めたところで地金の流動性を良くするのと、酸化物を取り除くための溶剤としてコンサを小さじ1杯弱投入します。液状に対流して切ったら地金内の酸素除去のため炭素棒で1分くらいぐるぐるさせます。925銀のインゴットの出来上がり。インゴットは金槌で叩いてよく締めて鍛えてから圧延ローラーで伸ばします。金槌で叩いて大きく伸ばすので、よく伸びるように熱いままの状態で作業します。熱間加工と言います。金槌作業が済んだら一度、焼きなましをして柔らかくし、圧延ローラーへ入れる準備をします。圧延ローラーを使って角棒に伸ばしていきます。まずは石枠から製作します。伸ばした角棒から石枠にする分を切り分けます。今回は覆輪止めタイプの石枠を作るので、幅は長めで土台の分と合わせて 5mm 幅×厚さ 0.8mm の材料を作りました。伸ばす作業で硬くなった地金を焼きなましして柔らかくしておきます。片方が、かまぼこ状になっているやっとこで石の形に合わせて成形していきます。地金と石のズレはこんな感じにペンライトを当てたりして確認しています。余分な部分を切り取って、少しずつ微調整を繰り返します。枠パーツの糸のこ作業は、すり板の形がパーツに合うように成形しておくと作業しやすいです。もうちょいですね。幅を寄せる部分に印をつけて、やっとこで印の部分から寄せていきます。同じ要領で寄せていきます。やっとこでぐいっと。こんな感じ。今回の製作では隣接した広い面のロウ付けが多くなるので、最初に溶接するこの部分は融点の高いサンブロウの銀ロウで溶接します。だから形が合ってきました。同じ要領で今度は内側に入る支えの枠を作ります。
曲げたことで側面の端が持ち上がっているので削って平らにします。上と下の面が平行になるように削って整えておきます。ノギスを使い高さの誤差を確認します。平行が出ているとこんな感じに動かなくなります。外枠に内枠が入りやすいように内側を少し削っておきます。差し込み位置が均一の高さになるように目印の線を描いておきます。石枠と石の位置を合わせた印も忘れずにつけておきます。外枠と内枠を合わせます。こんな感じに石が傾くことなく収まっていれば OK です。合わせた枠同士をロー付けします。ロー材の酸化防止と流れやすくするためにつける。水で溶いたフラックスはブロワーで拭いて奥まで入れたりしています。今回の銀ロウは3分に近い5ブローを使っています。ロウ付けできました。糸のこにろうそくをちょっとつけるとノコバの滑りが良くなります。つけすぎると逆効果なので注意。余分な部分を切り取って全体を整えます。ここで再度石の収まりを確認します。少しきつい部分は周辺より先に石が接触します。接触した部分はこのように跡がつくのでその部分を削って調整していきます。石枠全体もヤスリで成形します。ヤスリは番手を上げるたびにヤスる方向が交差するようにして前のヤスリ跡が消えるように意識してかけます。こんな感じで収まるようになりました。石留めで伏せ込む部分の高さを調整します。伏せ込みの場合の必要な高さは、石の側面と石枠の隙間が 0.5 から 0.3 くらいになる高さにしています。太さ 0.5 ミリのロッドを石側面に入れて石枠に目印の線を入れます。表にも同じ位置に目印の線を入れておきます。目印までヤスリで削ります。平らなところで紙やすりをかけて平面出ししておきます。こんな感じで石枠パーツは完成です。中央部分のパーツを作っていきますよ。幅5ミリ、厚さ 1.3 ミリの細長い板材を作ります。
側面部分は平面に整えて紙やすり600番までかけておきます。荒らした金を使って表面に模様を打ち込んでいきます。こんな感じ。スケッチを元に曲げていきます。角が出るように曲げたいときは、曲げる角度に合った切れ込みを入れます。最初に糸のこで半分ちょっと切り込んで、目的の角度に合う広さまでヤスリで広げます。角度が明確な四角や三角のヤスリを目安にしたり、しのぎヤスリで少しずつ広げたりして調整します。やっとこで曲げていきます。少しでも加工の影響で曲げる部分が硬くなっていると割れることもあるので事前に焼きなまししています。こんな感じ。曲げた部分をロウ付けします。こんな感じ。やっとこで曲げて目的の形にしていきます。長さを調整して、こんな感じ。形が取れたら細部の溶接部分などをヤスリで整えておきます。次に本体内側に入る板状のパーツを作ります。必要なピンバンのサイズを切り出して、フラックスを塗って、表面の層を溶かしていきます。こんな感じに一旦溶けた部分が独特の質感になります。先ほどの膜に合わせて切り出していきます。形に合わせてパーツを切り出すときは段階を分けて少しずつ進めるようにしています。瞬間接着剤でパーツ同士を固定して切り抜く形を写します。糸のこで切り取った後はヤスリで微調整して形を合わせます。針金の唐毛線で固定してパーツ同士をロウ付けします。こんな感じ。ロウ付けあとバッチリ。ロウ材はもう少し小さく切ったものを複数箇所に分散させるべきでした。はみ出たロウ材は後でヤスリで削ります。今回の動画はここまで。続きはパート2で。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画をお楽しみに。